プレッサーを手に入れたので、やったーい。手入れして倉庫に設置していきたいと思います。ワクワクしてきたぞ。ものはこちら、100ボルトで動かせる小型のコンプレッサーです。友達が使ってないとのことで譲ってくれました。おほほほほ。ずっと買おうか迷っていたのでめちゃ嬉しい。運は味方してくれている。早速動作確認からしていきましょう。やはりコンセント電源で動かせるのは便利ですね。まずは動くかどうか。スイッチオン。モーターは無事動いてくれますね。ではドレンを閉じてエアーを溜めてみましょう。小型のコンプレッサーですが、結構動作音は大きいですね。エアーが溜まりました。タンク容量は4リットルなのですぐ溜まりますね。こちらはタンクの圧力計です。だいたい 0.8 メガパスカルを指していますので問題なさそうです。こちらは出力の圧力計です。タンクと同じ圧力なので大丈夫でしょう。これは安全面ですね。後で動作テストしておきましょう。こちらがドレンです。空気漏れはなさそうですね。これは出力の調整用つまみです。出力圧を下げられるようですが、どういう時に使うんでしょうね。おい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 。こちらが圧力スイッチです。タンク圧も規定値で止まりましたので、これも異常はなさそうですね。あとはカバーの中も確認してみましょう。ネジ4つで止まっています。中身は年式相応でしょうか。ネジの防振ゴムは劣化してボロボロですね。うわー、なんてこったよ。配線はホコリをかぶっていますが、動きはしたので大丈夫でしょう。依然問題はなし。まあモーターに不具合があってもなんだ。私にはどうしようもありませんけどね。そういうことをやったことねえっすよ。とにかく各部異常はなさそうなので、きれいに掃除していきましょう。年式相応の汚れが蓄積していますね。それでも拭き掃除するだけできれいになりそうです。間違って配線を傷つけないよう注意しましょう。しかしところどころ錆が目立ちますね。とりあえず掃除は完了です。やはり結構フレームとタンクの錆が目立つので、ここからさらに見た目をリフレッシュしていきます。まずは各部をマスキングしていきます。フレームを塗装するための準備ですね。マスキングテープなどの塗装用品は100円ショップでも揃えられますので、塗装は結構気軽にできますね。マスキングが終わったらフレームの錆をサンダーで落としていきます。錆の上から塗装してしまうとそのまま中で錆が進んでしまうようです。塗装前にしっかり錆落とししましょう。マスキング、錆落としが終了しました。これで塗装前の準備はできましたね。それでは早速塗装していきましょう。まずは密着ロンで下塗りしていきます。金属の塗装では下塗りも重要ですね。
ただ密着ロンって透明なのでちゃんと漏れなく濡れているのか分かりづらいですよね。まあ満足いくまで塗ったら乾かしましょう。上塗りはブラック塗装です。以前単管パイプでウッドフェンスを作りましたがその時の塗料がまだ残っていたのでちょうど良かったです。しかし塗装は DIY の中でも楽しい作業ですよね。見た目がみるみる変わっていくのが楽しくて結構夢中で作業してしまいますね。1度目の塗装は完了です。縦塗りなのであまり綺麗には塗れませんがこの塗った感が自分は嫌いじゃないですね。では少し乾かして2度目を塗っていきましょう。2度目は塗り残しの部分をタッチアップしていきます。天気がいいと乾くのも早くて作業しやすいですね。完全に乾かして塗装完了です。全体的にブラックになってなんかちょっぴりかっこいいんじゃねえかよ。この塗料のマット感も実にいい。実に気に入ったよ。個人的には悪くないと思います。これでとりあえずコンプレッサーについてはリフレッシュ完了ですね。そして今回はさらにこのコンプレッサーを有効活用するためいろいろ準備してみました。それがこちらです。こちらは38リットルのサブタンクです。今回のコンプレッサーは小型で倉庫に設置しやすいのですがタンクも小さいため用途が限られてしまうんですよね。それを補うためのサブタンクです。こちらはエアホースになります。コンプレッサーとサブタンクをつなぐフレキシブルと長さ20メートルあるリール付きのエアホースです。これがあれば我が家の駐車場をどこでもカバーできます。そしてこれが念願のエアスプレーガンですね。今後ハイエースの塗装を考えているのできっと活躍してくれることでしょう。最後はタイヤの空気入れです。安全運転には空気圧の確認も大切ですからね。それでは最後にコンプレッサーを設置していこうと思うのですが一つ気になる問題があります。なんだ。それは動作音についてですね。何。この小さなコンプレッサーでも結構大きな動作音がするんです。グレートに参ったぜ。ご近所がいる住宅地で使うとなるとやはり気になる。なので外に出る動作音を少しでも小さくするためコンプレッサーを倉庫内で使用できるよう少し工夫したいと思います。やってやるぜ。まずはコンプレッサーを棚の上に設置します。電源は倉庫内のコンセントから取ります。そしてサブタンクをその下に設置します。この2つをエアホースでつなぎます。次は倉庫の扉に穴を開けます。そこにゴムキャップを取り付けてコーキングで固定していきます。簡単ではありますがこれで完了です。それではコーキングが乾くまで。キングクリムゾン。翌日になりました。外でエアツールを使いたいときはここからエアホースを差し込みサブタンクに接続することで
閉じることができます。扉の開閉で結構外に出る動作音も変わってくるんですよね。現状これぐらいしかできることがないので今回はこれでよしとします。今回は念願のコンプレッサーを手に入れて今後の DIY の選択肢を増やすことができたと思います。エアツールもたくさんありますから今後いろいろ使っていきたいですね。まずはスプレーガンを使いこなせるようになりたいです。目指すはハイエースの全塗装ですね。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。コメントもいただけるととても励みになります。